皆さんこんにちは。リオラギターの K です。2025年明けましておめでとうございます。そして、新年一発目のリオラゴで行くです。無事、年が明けまして、もう今日はね1月5日なんですけども、多分世間的には今日が最後のお正月休みみたいな、感じだと思うんですけども、皆さんがこれをご覧になっている時にはもう変わらぬ日常が始まっているかもしれないんですけども、今年もね1年よろしくお願いしますというお話と、2024年についてもねちょっとお話できたらなと思うので、そして2025年もリオラ号で行くをよろしくお願いしますといった感じで早速いきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、2025年がね改めまして始まりました。ちなみにねここは今原宿の表参道、非常ににぎわっておりますが、まだやっぱりねお正月っていう感じがするんですけども、でちょっと遡りますけども、2024年ですね、最後のライブ、今年もね年越しライブで、2024年を終えて2025年スタートしたわけなんですけども、12月31日というね、もう大晦日中の大晦日じゃないですか。どうしても年末ってねバタバタするじゃないですか。もしかしたらねこういろいろ大掃除の真っ只中っていう方もねいたと思うし、もう31日もうギリギリまで仕事して、でそのままね会場に来てくれた方もいてくれたりで、本当にねありがとうございます。でもね、そうだからおかげで自分もね今年もリオーラで1年を終えて、そしてリオーラで1年が始まることができたという、もうだから10回目とか10年近くこういった年末を過ごしていると、もうねこれがあって、ようやく今年も1年始まったなっていうね、そう感じがで、今年も、歌合戦をやりまして、で、1部2部みたいな感じになってたんですけど、で1部が歌合戦をして、で、2部でライブ、そして年越しという感じだったんですけど、いろいろね反響をいただいてますよ今年も。で一応その、ね、会場に来れなかった方のためにも、当日の裏側的な、あとはそのライブの映像もちょっと入ってたりするんですけど、 FC のムービーの方で大晦日舞台裏という形でね絶賛公開されていますので、そちらもねご覧になっていただければわかると思うんですが、去年はね自分の持ち歌の黒い月を歌ったんですけども、今年もねバラード枠で行こうと思って、藤井フミヤさんのアナザーオリオンという曲を、歌わせてもらったんですけども、多分ね皆さんきっと今年はこんな感じでしっとり聴かせる系なんだなって最初思ったと思うんですけどね、そう大どんでん返しが最後に待っていたという。そうでも純粋にあの曲はすごく好きで、ね、いつかこうちゃんと歌いたいなと思ってた曲でもあるので、決してあの曲をこうネタにしようなんてそんなことはねみじんも思ってません。ちゃんとね真面目にやらせてもらいました。でそんな楽しい歌合戦がありつつで2部になりまして、去年か2024の衣装とかもそうですけど、あと本当に2024年をこう象徴する曲だったりセットリストっていう形になってたんですけど、今思うとねすごくこうやっぱ2024年らしいセットリストだったなと思うし、でそうやりながら思ってたんですけど、なんか2024はこう特に豊作の年だったなと
そう我ながら思ったりもして、曲もそうだしライブというものに対するなんか意気込みだったりとかっていうのもすごく曲に表れてて、2024年でなんかディオーラがこうまた一つ変わった気がしたんですよね。っていうのをこう自分自身も振り返りながら大晦日のライブはやってたんですけども、毎年そうなんですけど、でも特にやっぱね2024ってすごく自分にとって充実した1年だったなっていう風に感じますね。そんなね2024年の本当締めくくりにふさわしいライブで、年を無事明けまして、でねお正月もあったじゃないですか。でそのディオーラ号で行方の質問もね実はいただいてまして、でその中にお正月はどういう風に過ごしたんですかみたいな、お正月の過ごし方はみたいな質問があったんですよ。その質問の答えにもなってしまうと思うんですが、先にねちょっとこうお正月についてもお話できたらなと思うんですけども、なんだかんだねその年越しライブ終わって毎年こう家に帰るのは本当もう朝方ぐらいとかなんですよね。とりあえず寝るじゃないですかっていうのをなんかね去年も確かねこのディオラボで同じようなこと言ってたと思うんですけど、そうだからそんなね毎年やっぱ大きな変化ってないんだなと思いましたね。特別今年の正月はこれをしたみたいな意外とないなと思って、ブログにも書いたように本当に2パターンぐらいの動作しかしてないんじゃないかなっていうぐらいの元旦でしたね。座椅子みたいな、倒すか起こすかみたいなそのね2パターンしかありませんみたいな。だからねそういろんな意味で元旦はね記憶がないんですよ毎年初夢とかもあるじゃないですか。お正月といえば元旦といえばね初夢、初夢がね1回目の初夢が全く覚えてなくて、だから下手したら夢を見てなかったんじゃないかなと。でその2度目に夢を見た時に見た夢は覚えてるんですけど、引っ越した夢を見たんですよね、自宅をね。なので、実質それが今年の初夢なのかなっていう感じなんですけど、でね1月2日になったらようやくね動作のパターンも増え始めましてそうで、せっかくなのでねやっぱ少しでもねお正月の空気に触れたいじゃないですか。だから毎年そうなんですけど近くの近所の神社に初詣に行って、その足で去年の年末がねなんだかんだできなかったのでバイクをね洗車しましたはい。でバイクを洗車してたら夕方ぐらいに某マネージャーからツーリングのお誘いがありまして、夜ちょっと少し走りに行こうよみたいな感じで、全然そんな遠くとかじゃなくて都内とかその辺なんですけども、だからその辺をこう軽くご飯を食べに行きつつ寒いって言いながらいやほんと寒かったですけどね。でそうなんだかんだで3日ぐらいからは割ともう普通にというかそうレコーディングなんかも控えてたりするので、そういった準備だったりもしつつ、質問してくれた方は本当ごめんなさいね。何の取れ高もない何の取れ高もないお正月を過ごしていました。だからゆっくりすることがね一番じゃないですか。元旦ねしっかり休んでっていうのも大事だし、それがあるからねっていうのもあるので、それは本当良かったなと。ちなみにね毎年そうなんですけど、お正月は実家には帰らないんですよ自分は。新幹線とかにしてもそうなんですけど、結構ね東北の方とかって帰省する方とか多いので混むじゃないですか。新年早々ねなんか
いろいろそうやってバタバタして疲れるのもなと思うので、向こうにね帰ってしまえばゆっくりはできるんでしょうけど、そうでもそれまでがねちょっと億劫というか、なので毎年やっぱお正月は帰省するのは避けてますね。お正月中って大体ね正月三が日っていうくらいなので、3日ぐらいまでは大体ねお店がどこも休みだったりするじゃないですか。実は本当今日の出来事なんですけど、秋葉原に行ってきました。ちょっといろいろね気になってるものがあったりしたので、それを見に聖地巡礼を自分の中でねの聖地巡礼的な秋葉原のね初売りとかねあるじゃないですか。初売りもあるし、こういろいろ見てたら今日が1月5日なんですけども、大体だからお正月がね今日までお休みとかなので、お正月価格みたいな感じで結構ね軽率に衝動買いしそうになりました危ねえと思いながらそういろいろ見てたんですけど、そうでも自分がねちょっとこう探してたものは結局なくて、そういえばその秋葉原ってなんかあんな感じだったかなと思って、っていうのも今日普通にね秋葉原の一番大通りのところをこう歩いてたんですよ。歩道の端っこにメイドさんがいっぱいこう立ってるじゃないですか。でそのメイドさんがなんかこうチラシとか持ってどうですかみたいなやってるじゃないですか。そのメイドさんのその客引きが自分に対してねえ金髪の人何してんのっていう勧誘みたいな感じだったんですよ。一瞬だから本当耳を疑ったんですけど、周り見たら金髪の人俺ぐらいしかいなかったので、俺だろうなと思ってパッと見たら、そうだからメイドさんがそういう強めというか、そしたら次に立ってたメイドさんもねえねえ金髪のお兄さんみたいな感じでめっちゃ金髪いじるやんと思ってそれもだし、なんかわかんない、自分の情報がね古いのかわかんないですけど、なんかメイドさんってなんかもっとほらメイドっていうぐらいなのでねご主人様的なそういう感じかなと思いつつ、まるで向こうがご主人様ぐらいの勢いでなんか勧誘みたいなのをしてて、ちょっとね驚きました。人が人だったら、ね、絶対ちょっとこう逆上する人もいるんじゃないかなと思うぐらいの口調だったんですけど、と言いつつね俺も心の中ではねずっとクールポコみたいな感じでしたけどね、なーにーってやつそんな1月もねまだ始まったばかりですけど、今月はねいろいろなんやかんやであったりもするし、ライブもねありますし、次のディオーラのライブが1月18日神田スクエアホールの方でホーリーデリンジャーというツアーのファイナルと14周年のライブというものがねあるんですけども、実はねまだそのホーリーデリンジャーというツアーはね終わってはいなくて、ファイナルを残すのみという状態になってるんですけども、まだツアーが終わってないっていうのはすごく気持ちとしてはあるというか、なんだかんだねセミファイナルが終わって時間は経ってますけど、でも常にやっぱね自分のその気持ちのモードっていうのはホーリーデリンジャーのままだなっていう風になっているので、だからきっとねその18日も今までこう各地方でやってきたものがね全てこうちゃんと出せるんじゃないかなと思うし、プラスね14周年ということなのでね、だからそこがまた一つの始まりになるわけじゃないですか。いい形でツアーを終えて、そして14年15年に向けてですね、なんか15っていう数字を聞くと急になんかねすごい年数のように
思えてくるんですけど、でもね14年か14年の実感が正直全くない。14年経ったわーっていう気持ちがね本当にない。だからそれは13年の時もそうだったし、もっと言えば12年の時もそうなのかもしれないですけど、紛れもなくね14年間活動してきたっていう事実はしっかり残ってはいるんだけど、もうなんだろうね、不思議と本当そんな感覚がないというかね、14年とかになってくるともう一言ではやっぱね語れないですよ。語れないし、ここでね全てを振り返ってたらねきっとねまた年が明けてしまうぐらい本当長い話になってしまうので、去年も同じような話はしたと思うんですけど、本当にあれですよ、もう自分たちだけじゃない感覚、自分たちが作ってきたものだけが14年じゃないんですよね。本当にもちろん自分たちがね生み出してきた音楽だったりライブっていうのもあるんですけど、それをグミンたちももちろんそうだし、いろんな関係者の方とかもねいるし、本当みんなでこう作り上げてきたものっていうものの方がやっぱ大きいので、みんなの14年って感じだからこそ、なんかそういったみんなのね期待だったりみんなの支えに常に応えていかなきゃいけないなっていうのは思うし、ちゃんとこう自分たちの音楽で返していけたらなっていうのはねすごく思うので、毎年それがまたこう1年のエネルギーというか糧になっているなっていうのはすごくね毎年感じるんですよね。18日もそういった話をね少しするとは思うんですけど、何はともあれね本当に皆さんありがとうございますという、ご愛顧ありがとうございますという本当そういうことです。新年が始まったということで、よくね今年の目標はみたいなとかあるじゃないですか。でもね昔はねいろいろこう目標を立てることもあったりとか、今年はこれをやろうとかねいろいろ決めてた時もあったんですけど、目標はねもう立てないことにしたんですよ。1年のというかその生きていく上での目標ってやっぱ今が一番でありたいなっていうことなんですよね。曲なんかにしてもそうだし、ギターにしてもそうだし、やっぱ今が一番っていう風に思いたいし、みんなにもそう思ってもらいたいし、それで自分としてはね昔できたのに今できなくなったことがあるのがねすごい嫌なんですよ。昔できなかったけど今できることの方がねやっぱ圧倒的にいいなと思うし楽しいなと思うし、それもそうだし、あとあの時の方がとか昔の方が良かったって思われるのがすごい嫌なんですよ。そうだから常にやっぱね今が一番いいっていう風に思ってもらいたいし、そう思わせたいので、だからそれをね割とこう自分のモットーにしてやってるんですけども、つまりそれを繰り返していけば毎年絶対に去年よりもいい1年で過ごせるわけじゃないですか。なので2025年は2024年よりもさらに進化した自分っていう、でもねその理屈で言えばね、俺がすごいおじいちゃんになった時ハイパーおじいちゃんになってる気がしますよそうなれたらいいなと思うんですけどね。といった感じでね、そんな2025年今年もきっとあっという間なんでしょうけど駆け抜けていけたらなと思うわけです。で今回もですねディエゴラボーで行方の質問をいただいておりまして、ありがとうございます。そちらの方にねちょっと答えたいなと思うんですけども、ギターの演奏中に右手がネッ
クに来て左手より上にある時、どのような音になっているのでしょうか。どの曲か分かりませんがかっこよくて好きです。左手よりなんか曲中にこう持ってベーってやってる時みたいな感じですよね割とあれそう勢いでやることが多いので、そういつっていうのはねあんま覚えてないんですけど、あれ正確には音にそんなに何かこう変化があるとかではないんですけど、右手でこっちを押さえることによって要はあれって右手を使わずに左手だけでこう弾くときにここを押さえることによって他の弦が鳴っちゃうのを防ぐためにこっちで押さえてこっちで弾くっていう奏法なんですよ。だから音色に何か変化っていうわけではなくて、結構もう勢いで左手でベーンってやるので、それをカバーするためにこっちで押さえつつこっちでベーってやってる感じプラスかっこいいからはいそこでかいですよ。そこはやっぱでかいですよ。そこはしょうがないです。はい、ライブ中って結構勢いでね何かしたりっていうことも、その場の感情で何かしたりっていうことがやっぱ多いので、特別大きな意味はなくてもとっさにね出てしまう奏法だったりっていうのはね結構多々あると思うんですよ。他にもね多分いろいろあると思うので、ぜひ見つけてみてくださいはい次、今回のツアー K さんがいつもよりも前のめりというかたくさん動いてたり前に来てたりアクティブな気がするんですけど、それは曲のコンセプトに合わせてる感じですか。今回のツアーアクティブなのもそうだし、なんかね気持ち的にもすごく攻撃的なツアーなんじゃないかなと思うし、自分自身もなんかそんな気持ちっていうのはね確かにあるんですけど、今回のその曲のコンセプトっていうのはもちろんそう大前提としてありきなんですよ。ダズルという曲を今回掲げて回るツアーなので、でもなんかなんだろうな、じゃあ今回の曲が激しいからじゃあ自分自身も激しくしようとか、あまりねそういう感覚じゃなくて、自分自身への挑戦みたいなそう感じもあるんですよね。なんか自分自身なんかもっとこういうこともできるんじゃないかなとか、こういうことをやったらどうなんだろうっていうのをそう今回のツアーで試したかったっていうのもあるんですよね。それプラス今のリオラになんかもっとこういうとこあったらいいよなとか、もっとこういうの欲しいよなって思ってる部分がまさにそういう感じなんですよね。なのでね、せっかく16本も回るツアーなんだったら、なんかただその曲とか衣装が変わっただけのツアーって、みんなももちろんそうだし、自分自身にとってももっとこう何か刺激になるものっていうのがあった方がなんか回る意味ってあるんだろうなと思って、なのでいろいろね模索しながらっていうとこでもあったんですけど、自分に何かをねこう課していたものが多かったような気はしますね。そう、あとねもう一個あったんですけど、髪型が今回の衣装ってオールバックじゃないですか。オールバックにするとなんか気持ちがねすごい前にボーってなるんですよ。そうそれに気づいたんです。なんかすごくこう気合が入るというか、なんか気持ちがすごくこう前へ前へっていう感じなんですよね。なのでそれもね結構実は大きかったんですよ。衣装とヘアメイクだから、皆さんもね大事な仕事がある時とか、今日はもうやってやるぞみたいな時、多分オールバックにしてったらすごい気合入ると思いますよ。本当にこれといった、感じでございます。ちなみにリオラがですね今オフィシャルでTikTok と Instagram の方を開設しました。
これからねそういった SNS を通してもいろんな情報をこう発信していけたらいいなと思うし、まだねこうディオーラを聞いたことがないとかディオーラを知らないっていう方へ向けてもねもっとこうディオーラの良さっていうのを届けていけたらなと思っているので、ぜひそちらの方もね楽しみにしていてください。2025年も、皆さんにいろんな景色をね届けていけたらと思うので、改めてですけど今年もよろしくお願いします。次は、1月18日神田スクエアホールでお会いしましょう。まだまだね寒い日が続きますので、お互い風邪はひかないようにしましょうということで、それでは最後までありがとうございました。ではまた会いましょう。以上 K でした。